震がいつかは起きるよねは正解です。ただ何年後に起きるって断言してる人は全員嘘つきだと思ってください。南海トラフが起こる可能性どれくらいだと思いますか？僕の体感は上がりました。結局その石川とかでこんなにでかい地震があるよねってやっぱり予想はしてなかったわけじゃないですか。で、南海トラフに関してはいつか地震起きるよねっていうのはみんな分かっている状態で、あとはいつ起きるかという話なんですよ。で、それが僕今47なんですけど、50年以内に起きなければ僕死んでるのでなかったよねなんですけど、3、40年以内には結構起きるんじゃないかな。確かね、30年以内に起きる確率が60% とかなんかそれぐらいだったっけ？なので、多分その今30代の人とかだと逃げ切るのは難しいんじゃないかなと思います。なので逃げ切れるかどうかですね。逃げ切れる可能性はあるんですけど、逃げ切れない可能性もあるっていう。だから多分ね、ちょっと早まってる80% だね、今。35年に逃げ切りたい。はい。20年前から30年以内に言ってたね。石油とかも20年前から石油なくなるって言ってたよね。なので確率はバカ上がりするんじゃないかなと。なので20年以内にはちょっと来るんじゃないかなと思ってるので、なので東京とかでも液状化しそうな地域の不動産というのは買わない方がいいんじゃないかなと僕は思ってます。はい。近所に神社とかがある地域っていうのは割と昔からある地域なので地震が来ても大丈夫なんですけど、近所に神社とかお寺とかがない地域っていうのは埋め立てでできてたりするので、なのでそういう地域だといきなり液状化してしまって不動産価値下がるっていう可能性があるんですよね。どういうところかっていうと、フジテレビがあるところ僕年末フジテレビにいたんですけど、僕普通に生活していた大晦日って必ず鐘の音聞いてたんですよ。僕が住んでいた大都会東京都北区赤羽とかにも僕の近所だと諏訪神社っていうのがあったりとか、やっぱりその東京で普通に生活してると神社とかお寺の鐘の音っていうのが大晦日に聞こえるんですよ。でもフジテレビがある湾岸地域お台場ってもともと埋め立て地なので神社とかお寺がないので、大晦日になっても鐘の音一切しないんですよ。っていうところは昔は海の下だったところなので、大地震とか来ると液状化してしまってそこの不動産価値っていうのはだいぶ下がる可能性があるのでお気をつけください。とはいえ30年以内で起きる確率は 80% なので 20% にかけるとか逃げ切るっていうのであれば逃げ切れるんじゃないかなと思いますけど、東京の東側はね結構埋め立て多いんでね気をつけた方がいいですよ。なので賃貸で住むのは全然いいですけど、不動産買うのはどうなのかなと思います。能登半島付近の地震がたくさん起きていて、今回の地震は南海トラフの起きる場所と全然違いますが、自分は南海トラフがもう少しで起きるんじゃないかなと考えています。ひろゆきさんのご考えありますか？別に場所はどうこうの問題を置いといて、地球の温暖化というのが地震に与える影響はどれぐらいあるかっていうと、正解はわからないなんですよね。なので地球の温暖化の結果、能登半島の地震が起きて南海トラフが起きているかもしれないし、全く関係ないかもしれないし、もしくはシェールガスみたいな掘る問題のせいかもしれないしみたいなので、なので結局その地球環境というのは何が問題でそこら辺が起きているかっていうのが全くわからないので、なので予想の範囲を超えることはないんじゃないかなと思います。あくまで確率なので。30年後まで南海トラフ地震が首都直下型地震や富士山噴火の予言が囁かれていますが、ひろゆきさん的に本当に起きると思いますか？起きるならあと何年後に起きると思われますか？ご家族はどこに避難させますか？幼稚な質問ですいません。まず地震は起こると言われてますと。南海トラフだったりとかね。なので、地震がいつかは起きるよねは正解です。ただ、何年後に起きるって断言している人は全員嘘つきだと思ってください。地震の予測は基本的には科学的にはまだ今の技術ではできません。ごく一部、予測できる地震というのがある場合があるだけで、南海トラフは残念ながら今の技術の予測は不可能です。ただ、いつか起きるよねっていうこと自体は間違いではないと。ご家族はどこに避難させますかだと、僕今フランスに住んでます。はい。以前ひろゆきさんは地震がいつ起こるかとか公言している人は嘘つきだとおっしゃっておりましたが、最近京都大学の教授の鎌田博なんとかさんという人が、地震は何月何日に起こるということまで予測はできないが、今の観測技術で2030年から40年までにほぼ確実に南海トラフ地震が起こると言ってました。津波の予想は最大30メートルで、富士山の噴火も言わされる可能性があると言われてました。これから太平洋側で新疆だったり新事業を立ち上げるのは危険でしょうか？はい、危険だと思います。いつ起こるかを公言する人が嘘つきだって言ってて、30年から40年までの間に起こるよねっていうのは、いつ起こるかではありません。なので、南海トラフは基本的にはそれぐらいの確率で起こるだろうと言われてるんですけど、ただじゃあそれが2050年になる確率もゼロではないんですよね。なので、ほぼ起こるだろうって話で、
なので、言ってるいつか当たるんですけど、まあ、とはいえ、僕は地震が予測できないよねとは言ってるんですけど、ただ地震が予測できないっていうのと、地震が来ないっていうのは別の話なので、南海にこうプレートがあって、それがずっと歪み込んでて、で、そこがビヨーンって戻るときに地震が起こるよねっていうのは、時間の問題で起こりうるんですよ。ただそれが100年、200年かもしれないんですけど、ただまあ、それが分かってる状態で太平洋側に資産を持つって3、40年の間にすげえひどいことが起こるよねってなっちゃってるのが分かってるんだったら買わない方がいいんじゃねえかなと思うんですけど、まあでもそれでも東京でいろいろマンションとか家とか買ってる人がいると思うので、まあまあ根性がある人が買えばいいんじゃないですか。地震の起こる場所って的外れだし、研究者もダメだし、南海トラフもあべこべだし、机の下に潜っていいのかもわからないし、地震がどこに起こるかというのは分かりません。これは正解です。ただ、ここら辺でいつか起こるよねは結構当たるんですよ。東海地方で地震は30年以内にでかいの来るよねとか、東日本大震災2011年の段階から余震が10年、20年の単位で起こるよって言われてたので、多分あと10年以内に震度6もう一回ぐらいあると思うんですよね。ある程度大きなスパンでは起こるっていう予測はできるんですよ。ただそれがどこかっていう細かく当てることはできませんよって話なんで、なのでね、僕高い不動産を日本の都内とか東日本とか東海沿いで買うっていうのはいかがなものかなと思うんですよね。僕の同僚が排水も電気的な配電でコントロールしてるらしくて、停電したら水も飲めねえっていうマンションに住んでるっていうのがあって、最近そうなんだと思って、やっぱりなんかね、東京ってそういう意味では脆弱な都市だよなっていう気がするんですよね。僕、高層階に住むのあんま好きじゃないんですよね。例えばじゃあ10階に住んでますとかで、ドアが地震で傾いちゃって開かなくなりましたっていうと、窓からかベランダから降りるしかないじゃないですか。相当きついんですよね。絶対に地震来ないですならいいんですけど、東京って地震ちょこちょこ来るじゃないですか。だからそれどうすんのって気がしてて、なので僕新宿とか代々木に住んでた頃って住んでたの3階とかなんで、まあ最悪飛び降りてもいけるよねっていう。なので僕飛び降りれるぐらいの高さに住むようにしてるんですよね。なのでなんか高層マンションに住みたい人の気持ちが全く分かんないんですけど、まあ頭悪いんだろうなと思って見てます。はい。オーストラリアに移住することにしました。現地の IT 企業に年収900万でビザサポートありで雇われました。今年30なのでオーストラリアで永住権を取ろうと思います。7年後とかに帰ってこようか、そのままオーストラリアにいようが、どちらがいいと思いますか？ 7 年後に決めてください。55万人かな、今日本で永住権を持って住んでる人がいますっていうのをニュースを書いたんですよね。これが永住権ってアメリカとかだとやっぱり10年ぐらい住まないといけないとかっていうのがあったりして、永住権って取るために何年かかるんで、多分10年前ぐらいから永住権取ろうとした人たちっていうのが今取れていて、それが55万人ってことだと思うんですけど、永住権を取るというのは別に日本脱出とか日本を捨てるとかとは僕また違うことだと思ってるんですよね。例えばじゃあ南海トラフ地震があります。だからじゃあそれが来そうな和歌山県とかに住むのはまずいよねと。ただでも和歌山県には仕事がありますと。で、それだったらじゃあ和歌山と新潟の2拠点生活をしといて、で、和歌山で何かあったとしても、もうさっさと新潟に行っちゃえっていうのができれば、別に何の問題もないと思うんですよ。福島の東日本震災があった頃に、東京っていろんな災害とかが被災する可能性もあるから、東京以外のところにも家あった方がいいよねっていうので、2拠点生活してる人とかって結構増えてるんですよね。で、リモートも割と増えてきたので、っていう感じで自分の居場所というのがもう一個ぐらいあった方が安全だよねという話で、多分7年後にオーストラリアが安全なのか、日本が安全なのか、もしくはどっちが楽しいのか、どっちが幸せなのかっていうので、別にいつでも選べる状態にするということが大事だと思うんですよ。7年後はオーストラリアの方がいいなってなるかもしれないけど、15年後はやっぱり日本だよねってなるかもしれないし、その選択肢を持てるということが大事で、どちらかを選ぶという話ではないんじゃないかなと僕は思ってます。南海トラフ巨大地震が起こったら日本は終わると思うのですが、終わりはしないんじゃない？下手したら東日本大震災の10倍以上の被害が出る可能性があるらしいです。言われてますよね。なので東海地方で不動産を買うというのはいかがなものかなと僕は思ってるんですけど、でもなんか買ってる人いっぱいいますよね。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。